どうも、パスタ研究所達談です。今回はワンパンで楽に一気に4人前の美味しいペペロンチーノの作り方をご紹介します。手間も洗い物も1枚を作るのと同じ流れでできるので、ぜひマスターしてお試しください。ニンニクを3かけら潰して皮を剥きます。潰すととても楽に皮が剥けます。調理をするとき、近くにくず入れを用意しておくととても楽に調理ができます。皮を剥いたニンニクを半割りにして芯を取ります。なんでニンニクの芯を取るのかっていう疑問を持つ方も多いと思うんですけども、ニンニクの芯は焦げやすいのでしっかり取りましょう。料理を美味しくするためにはこういう細かいちょっとした下処理をしっかりすることで出来上がりの美味しさに差がつきます。今回ニンニクは粗みじん切りにしました。お好みでスライスでも細かいみじん切りでも大丈夫です。なんで粗みじん切りにしたかって聞かれると、程よいバランス感ですかね。はい。ニンニクが刻めたら次はパセリです。パセリも粗みじん切りにします。食材の切り方を揃えることで料理の仕上がりも整って一体感が生まれます。もしイタリアンパセリなければ普通のパセリでも構いません。その際はイタリアンパセリに比べてえぐみが強いので少し量を控えるといいと思います。食材のカットが終わりましたら、フライパンに大さじ3杯のオリーブオイルを入れて、先ほどの粗みじん切りのニンニクを入れて、それから火をつけます。火を入れてニンニクの香りが油に溶け出してゆっくりと香ばしく香ってきます。ニンニクがふつふつとしてきて軽くきつね色になってきたら唐辛子をここで投入します。火加減は抑えて焦げないようにしましょう。唐辛子が軽く炒まったらここで火を一度止めてお水を 800ml 入れます。必ず火は止めて入れましょう。水を入れたら再び点火して沸騰させます。その間にパスタの計量をしていきましょう。今回は 75g×4 ということで 300g にしました。茹でる時の食塩の量なんですけれども 0.5% で控えめにしております。もしこれで薄いようでしたら後で足しましょう。パスタの茹で湯は必ず沸騰してからパスタを入れます。ワンパンパスタで失敗しないコツ、茹で湯に塩味をつけすぎない。これです。最低限の食塩入っていればパスタも締まりますので、仕上げに塩分調節すれば大丈夫です。4人分の食事がかかっているので失敗しないように安全に作りましょう。パスタを投入してから2、3分のうちは時折さばいてあげましょう。さばいてあげないとしっかり茹だらずくっついてしまったりしますので注意してください。そうしましたら茹で時間のプラス2分タイマーをかけて茹でていきます。中火の強で茹でているんですけれども、まずはこれで様子を見てみてください。
時折さばきつつ火加減とお湯の量を確認します。4分経って残り6分のところでちょっと火が強かったので弱めます。残り4分のところで少しお湯が減ってきたので 100ml 足しました。お湯が減りすぎてはしっかり茹だらないので、もし減ってしまったら足しましょう。残り2分、袋表記の時間通りだと思います。ここで一度パスタの硬さをチェックしましょう。残り1分、仕上げる準備に入ります。ここでも液量がこれより少し多いようでしたら、強火にして詰めてください。液量もちょうど良さそうなので、ここでパスタの硬さと塩味をチェックします。控えめに塩を入れているので、少しぼやけている感じだと思います。仕上げは濃い口醤油で決めていきます。まず小さじ2 1杯。オリーブオイルも入れてつなげていきます。先ほど刻んだ粗みじん切りのイタリアンパセリも入れます。しっかり煽ってパスタを絡めていきましょう。これでも味少し足りなかったので濃い口醤油を小さじ1杯足しました。塩で調整するより醤油で調整した方が失敗しづらいので、ぜひ試してみてください。それでは盛り付け入ります。4人前なので喧嘩にならないように均等に盛り付けてあげてください。本日も動画を最後までご視聴していただきありがとうございます。今回のレシピはワンパンパスタって難しいとか1人前しかできないんですかっていう意見もあったので、ちょっと頑張って4人前作ってみました。3人で分けてもいいし2人でも分けてもいいし、ぜひお役立てください。パスタ研究所達案ではまだまだいろんなレシピ紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちください。いいねやコメント、とても励みになっております。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。